こんにちは、ジョブホッパーお姉さんです。百条委員会を開く会中の採決が2024年6月13日に行われていました。今回は元人クエスト第6章元人が決地介護疲れで弱ってますが、百条は当然嫌で、マローマキ議員は何を語るのかご覧ください。次に丸尾真紀議員。丸尾議員。皆さん、こんにちは。介護疲れで弱ってます、緑の党グリーンジャパンの丸尾真紀と申します。私は自民党県議団、兵庫県民連合から提案をされた元県民局長の文書問題の内容調査、いわゆる百条委員会の設置に関する動議に賛成の立場で討論をいたします。本件は広域通報に対し、県が報復人事を行った可能性のある極めて重大な問題です。和歌山市では、広域通報後に異動になった職員が自殺するなど、広域通報に関し、社会的に重大な課題が投げかけられています。兵庫県は5月7日、前西播磨県民局長が今年3月に議員やマスコミなどに配布した内部告発文書について、知事や一部幹部職員を誹謗中傷し、多方面に流出させたことで、県政への信頼を著しく損なわせたとして、その他の問題と合わせ停職3ヶ月の懲戒処分を発表しました。県民局長は告発文書について、4月に広域通報しているにもかかわらず、その判断を待つことなく、人事課は告発文書を革新的部分が事実ではないとして、誹謗中傷文書と判断し、その他の後付けの行為を含め、処分を下しました。一方、産業労働部長は、告発文書に記載がある6万円相当になるコーヒーメーカー、トースターを知事に無断で受け取っていましたが、その説明として、知事が目の前で受け取りを断ったにもかかわらず、知事が受け取るかもしれないと思い、僕宛てに送ってくださいと自分の判断で依頼したと信じがたい説明をしています。個人での物品受け取りは、先ほどもありましたが、単純収賄の疑いがあり、免職になる可能性があるにもかかわらず、それは処分対象にはならず、長期にわたり返還を怠っていたことのみの責任が問われ、実質的には何のペナルティもない訓告処分でした。産業労働部長の行為の方が重大だと私は思います。そこでまずは告発文書の事実確認を行います。告発文書については、産労部長でしたが、コーヒーメーカーの受け取りは事実として存在していました。同じく文書にあるスポーツウェアについては、知事は兵庫県内のスポーツメーカーから T シャツ3枚、ポロシャツ3枚など、衣服10枚とシューズ3足を提供され、イベント時等に着用しています。県民局長は、告発文書の中で貸与と言えるかどうかと疑問を示していますが、事実関係はおおむね間違いありません。貸与ということですが、ロードバイクなどを受け取っているのも事実。アイアンセットについては事実関係が不明です。また、県職員アンケート調査では、21人中6人から物品受け取りに関する記載があり、贈答品の記載はすべて正しいのではないかとの記載や、告発文書で指摘された以外のもので、段ボール箱1箱の海苔や日本酒、チェアだったか手作り家具などの供与を受けたと聞いているなどの記載があります。事実関係は不明です。そこで私は、斉藤知事もしくは県がさまざまな物品提供を受けているのではないかと、2011年から23年度に知事、副知事、秘書課が受け取った物品、贈与貸与を含めての管理簿、知事室及び知事応接室に展示してある物品リストでの情報公開請求をしましたが、公文書は不存在ということで非公開決定が出ました。つまり、提供された物品を誰かが無断で持ち帰ってもわからない状態が存在していたということです。合わせてコーヒーメーカーについて、アンケートでは産労部の職員から向かいの会議室、倉庫のことだと思いますが、で見たことがないと聞いた。
別の職員は秘書課の倉庫から出てきたと聞いたようとの記載もあります。事実関係は不明ですが、産労部長がコーヒーメーカー等の受け取りについて正確に報告しているのかどうかの再調査は不可欠です。優勝パレードの陰でと書かれた告発文書では、そこで信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補ったと記載されています。私が担当課に確認したところ、10月頃に中小企業への事業継続支援として、事業者への伴走支援を実施する金融機関に対する補助を継続することを決め、実際の支出はまだ先ですが、すでに4億円の交付決定が行われています。その補助を受ける金融機関20社中12社が優勝パレードで寄付をした金融機関です。パレードの寄付金申し込みは10月18日からなので、2つのことは同じ時期にスタートをしています。県人事課は前年度よりも補助総額が下がったから問題なしと本件について説明をしていますが、明らかに論点ずらしの説明であり、翌年度に継続が決まっていない事業がなぜ継続されるようになったのか、その経緯について誰が発案者で、担当者は誰からどのような指示をされたのか、金融機関への聞き取りも含め、すべてを明らかにする必要があります。告発文書が事実だとすれば大問題です。パワハラについては、私が行った県職員向けアンケート調査において、匿名であり事実関係は不明ですが、7人から知事のパワハラについての記載がありました。パワハラ部分は県民局長の記載は正しい、知事のパワハラ気質は事実、局長文書の20メートル手前で公用車から降りて怒鳴り散らされたエピソードは多くの職員が知っている有名なもの、その他事実関係は不明ですが、アンケートでは町外での公務イベント時には目的地に15分前に着かないと激怒などの記載もあります。また5月に掲載されたハンターというネット記事では、内部告発に名前の出てくるうちの2人から、私ははっきりと知事選は斉藤で頼む、商工会でも応援してほしいという趣旨のお願いをされました。優勝パレードに寄付した信用金庫がうちの会社の取引金融機関です。昨年12月の忘年会で信用金庫の幹部と話したときに、兵庫県は小さな信用金庫にまで寄付を求めてくる、すぐに返事をしないでいると補助金がついた、そのお礼で寄付をした、いい宣伝にはなったが露骨だとの記載もありました。それらの事実関係も確認する必要があります。以上のように告発文書について明らかに事実の記載があり、パワハラ疑惑、その他の疑惑も存在しています。上智大学の奥山俊弘教授は、X や新聞記事等において、文書の内容が嘘800ではなく、真実相当性がそれなりにあるのであれば、広域通報に該当し、文書を作成した県幹部職員への報復的処遇が違法性を帯びる可能性がある。合わせて通報内容に誤りや思い込みが若干含まれていても、刑法に抵触すると信じるに足る相当の理由があれば、法的保護の対象となる広域通報に該当する可能性があると述べておられます。少なくともその可能性があるのであれば、本件については広域通報の判断を待ち、その上で処分を検討しても遅くはなかったのではないでしょうか。県幹部職員が知事が発言した嘘800に沿う形で影響力を行使しやすい人事課の調査を先行させ、広域通報委員会の結果も外的に縛ろうという意思があったのではないかと疑ってしまいます。また、人事課の調査について、告発文書にある信用保証協会の顧問弁護士が関与しており、第三者性、中立性、客観性に疑問が残るものでした。以上のことを踏まえ、私はこれまでの県の対応について、次のように判断をいたします。前県民局長は、決して少なくない職員の中で当たり前に語られていたことを文書に記しただけではないかと考えます。県人事課調査については、事実関係確認が不十分であり、告発文書に正確性に欠ける部分はあるが、大まかな事実が合っているものがかなり存在しているのではないでしょうか。前県民局長の告発文書について、パワハラ問題などを含め、まだはっきりしていないものや、新たな情報が明らかになっている中で、誹謗中傷文と断定するのは時期尚早です。
また、告発文書は本来であれば公益通報と考えるべきで、100歩譲っても公益通報委員会の判断が出た後に意図的な虚偽が明確になれば、その段階で処分を検討すべきでした。事実確認が不十分な中での懲戒処分は極めて大きな問題があると考えます。そこで、百条委員会において、告発文書が公益通報と評価しなかった経緯を調査すること、人事課の調査手法や内容、判断が適切だったかどうか調査すること、告発文書が事実かどうか調査すること、産業労働部長のコーヒーメーカー受け取りについて再調査すること、県職員アンケートを含め、知事等のパワハラ行為が繰り返し行われていたのかどうか、パワハラアンケートなどを実施し調査すること、県職員は守られる保障がないので、パワハラを申し出ることはできません。企業などから知事に対して物品提供が当たり前に行われていたのかどうか、個人的な持ち帰りがないのかどうか調査すること、またその管理の仕方を調査することなどを求めます。なお、百条委員会の設置の反対意見として、第三者委員会と百条を並行して設置することが疑問、県政に混乱を招き、職員に負担をかけるという意見が聞かれます。また、百条委員会の設置が清掃になるという発信している議員もおられます。それらについては、本件が公益通報の報復措置が行われた可能性のある重大な事件だということを理解していないのだというふうに思います。また、県職員の事務負担は、双方の委員会の調査内容を一定共有することで軽減することができます。知事が事実を明らかにしようとしないから大きな負担になることは忘れないでいただきたいと思います。さらに清掃になると発信する方は、まさにその発信で議論を清掃に持ち込もうとしていると感じます。最後に、第三者委員会を設置しても、今の知事の姿勢を考えると、真実が明らかになるのか不安を感じています。もう一度繰り返しますが、前県民局長が告発文書を一部のマスコミなどに公表してから、嘘800と批判し、逆に嘘800の根拠や、ご自身のパワハラなどの疑惑については、問われた一部を除き、この間、県民に十分に説明はしてきませんでした。嘘800の言葉をご自分の隠れ蓑にしている感があります。また、知事の対外的な発信は県の方針に関わります。そのため、人事課の調査は、知事の嘘800発言に合わせる形で結論が導かれたのではないかと想像します。10調べれば分かる話を1しか調べなければ結論は変わります。そこで公正中立な調査をするために、嘘800は表現がきつすぎたで終わらせず撤回すること、人事課の調査が妥当という判断は、最低でもペンディング、棚に上げること、前県民局長の処分を撤回もしくは執行停止すること、そして知事として、すべての県職員に対し、今回の問題で皆さんが感じた真実を第三者機関及び百条委員会で話してほしいと発信することです。最後の項目が特に重要です。合わせて百条委員会を回避する手立ては、副知事が自民党などに働きかけることではなく、百条委員会が始まる前に、知事がかけられているすべての疑惑に対して、県民に誠実に真実を語ることです。それですべてが終わります。以上の意見を添えて、百条委員会の設置に賛成いたします。議員各位のご賛同をお願いをいたします。ありがとうございました。いかがだったでしょうか？丸尾議員は百条委員会には賛成の姿勢でしたね。和歌山市でも広域通報に関する問題があるとおっしゃってましたね。皆さんはどう思われましたか？ぜひコメントで教えてください。次回の元彦クエスト第7章、元彦の HP はもうゼロよ、国会は裏金、兵庫県はおねだりの山をお送りします。元彦の切り札をつかみ取れ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ナレーションはボイスボックス青山流星がお送りしました。